この重りはあれですか、三田関買ったんですか？これは2つ自分父親がはい。これ2つ部屋用で買ってくれました。30キロ。そんなあるように見えないね。はい、重いっす。30ってそんな。やばいっす。あ、重い。重いっすよ。これ担いでなんかすり足してたり。そうっすね。中学校の時ずっとこれやってました。懐かしかったもんいや合宿とか行った時にやったことあるね。はいはい。高校の時に懐かしかったです。三田関まだ相撲取れないですか？取れないっす。いつぐらいからみたいなあるんですか？まあギリギリですね。名古屋始まるギリギリぐらいからちょっとずつやり出すぐらいです。見ていいんですか、手は？おお。痛そう。一緒っす。あ、傷が。膝も。今日人数少ないのは？先発行ったんで名古屋にです。名古屋に何人か行ったの5人来ました。先発ってどういうこと？東京からのトラックを送って、昨日送ったんですけど、それを先発の人が受け取って、あっちで荷ほどきしてもらって、やっぱあっちで土俵ないんで、土俵を作ったりっていうのをやってみんなの荷物を送ったんだね。はい。食材とか着替えとかってこと？そうですね。忘れ物とかない？今のところはないです。まだわかんないよね。あっち行ってやっぱ気づくんで。あれ結局メニュー聞いたっけ？いや、何する？トマトの煮物と、コーン、バターコーンと、あと餃子ですね。ちょっと一品料理はまだ考えてます。ちゃんこ番は先生と友達とジャスティです。ユートが先発で行っちゃったんで。ああ、そっか。はい。やっぱ番付がちょっと下の子たちが先発みたいな。ケンさんも深夜も行ってるんで、番付は、部屋で言ったら、ちょっと上の方なんで。でも責任感ある人行かないとダメですよね。リーダーっぽい慣れてるケンちゃんと、あとちょっと番付下の人みたいな感じかな。ここは今日師匠親方にさ、なんか教わってたの？なんでこんな感じ？立ち合いから弾けるように肩を教えてもらったんですけど、練習不足ですよね。なんかその後狼ヶ関にも教えてもらってたよね。はい、その弾き方です。どうやるの？体格がまだ小さいんで、普通に腰高めで当たっても逆になんていうんですか、やられちゃう可能性があるんで、下から上に当たったら、方がいいみたいな教わりました。手の動きとかもなんかあるの？普通にしっかり締めて、こっち締めて、ここに当てるイメージっていうのを教わりました。フル出場楽しみ？楽しみですけども、ちょっと不安はありますね。
まあ無事に場所を終えられたらとりあえずいいですね。うんうん。無事に帰ってこれれば。天地に赴くみたいな。いや、それぐらいの気持ちですよ。怖いっすよ。いや、怪我するまでは、場所で怪我なんてしないだろうとかって思ってたんですけど、やっぱしてからだとだいぶ見方変わってきましたね。その土俵から落ちたりするのとかも、あんま見てなかったんですけど、そういうとこまでちゃんと見ちゃう。うわ、痛そうみたいな。先生は押し相撲なんだ。一応組ですか。組相撲なの。それは何相撲で行くっていうのはいつぐらいに決まったの？入門して、ちょっとしてから、体ちっちゃいので、その大相撲で言ったら、で高校の時右四つで相撲取ってたんですけど、そんな勝てないんで、ちゃんと2本中入れてもろ差しっていう形でやった方がいいよっていうのを師匠に教わって、そこからもう2本差しずっとやってますね。2本差しっていうのが組相撲ってこと？そうですね。なるほど。親方に言われて変わったんだね。変えたというか。でも成功してるんで今。ありがとうございます。ありがとうございます。いつものタンクトップで。で、そのミスタータンクトッパー。タンクトッパー。清掃式制です。結婚式とかも真っ白、これ白バージョン、白バージョン。白のタンクトップ。それ直樹はジム一緒に行ったっす。ジム行ったっす。で、その後そばへ食べて、そば食べて、吉野家食べて、で最後、カルーアミルク飲みに行きました。2人でカルーアミルク、男2人。カルーアミルクなんてちっちゃいんだよ。そう飲みに行ったっす。甘いやつ、ポッキー刺さってました。超久々だったな、それ。超久々だった。メンタル大丈夫ですか？はい。メンタル大丈夫ですか？いや、ちょっと稽古場今日寂しかったです。なんか寂しかった。稽古場ちょっと今日寂しかったです。なんか結構ぼーっとしちゃったっすね。なんかみんなどうみたいにいい稽古してるじゃないですか。何してんかなみたいな。どんぐらいちゃんとした稽古できてないですか？いや、まあ基礎運動とかはできるようになったんで、まあやってますよ。筋トレはしっかり。はい。明日入院ってことは今日が最後の稽古？そうですね。明日どうかな。11時なんで入院が。まあちょっと降りてくれるかまあわかんないですけど。まあ寂しがらないでくださいわ。なんつった今？寂しがらないでくださいわ。くださいわ。そっちが寂しいんじゃないですか？はい。僕ですか？僕マジもうチェキラ寂しいですよ本当に。なんかやけ酒しようかな。でも本読んでるっすもん。何の？師匠の本。師匠の本とあと横綱春馬富士関の。いや読んでるっすね。春馬富士関とかめっちゃ稽古するで有名なんですよ。師匠は肩の手術とかもしてるんで、なんかいいこと書いてあるかなと思って、マインド的な問題のモチベーションみたいな。まあ、結構僕文系なんでね、本を見ることが、はい、ちゃんと選挙にも行きましたし、関係ない。まあ最後なんでちょっとカメラ映ろうと思ってきました。本当しばらく会えなくなっちゃうですね。全然お見舞い来てくれたら会えるっすよ。高部さん、お見舞い来てくれたら会えますよ。高部さん。恩着せがましいよ。復帰のめどとしては？まあわかんないですね。まだちょっとめっちゃ頑張らないと。全然リハビリしなければ遅くなるし、すれば早くなるしみたいな。まあでもめっちゃ頑張るじゃないですか。リハビリ。僕ですか？やるときやるんですよね。僕って言葉に出さないで頑張るタイプなんで僕は。はい。頑張ってください。寡黙なんで。孤独が？強くするな。塩？はい、これ塩です。鶏ガラです。はい。
は何歳から相撲やってんの？15からですね。入門からってこと？はい。ああ、そうなんだ。じゃあラッキーと一緒ってことか。未経験で入ってで今る。9。 19、4年。はい。4万ぐらい。今井さんとか、うん。日向さんとかも確かあ、未経験？未経験。未経験でなんでやろうと思ったの？いや、身内がうん。それ関係もあって、うん。なんか自分がそれ相撲に興味があって、ああ。なんで双子山部屋にしたの？そうですね。まあ年が近かったんで話しやすい人いっぱいいるかなって。そうなの？はい、おばあさん。油入れます。1日にさ、水分ってどれぐらい取るの？なんかみんな2リットルで飲んでんじゃん。はい僕はあんま飲まないんで、ん3リットルぐらいですあ3リットル1.5も多分飲まないかもしれないあ、ほんと？1本ちょいぐらいな。1日であ、そんな飲まないんだね。飲まないですそれでちょっとうん注意されてるんで意識はしてますけど周囲って？いやそれで何回か稽古場で倒れてるんでああ、脱水脱水ぽく？僕倒れちゃったりしてるんで、うん。あ、じゃあちゃんと飲まないとね。はいこうが1日に水どんぐらい飲むの？僕実家でも言われたんですけど、うん。なんか飯食う時しか水飲まないんですよ。うんうん。だから普段生活してたら2リットルいくかいかんかぐらいですか、うんわかんないですけど稽古中ガブガブ飲むんですけうん。稽古中はどんぐらい飲んでるど多い時だったら2リットル以上ですね、の？丸々1本買っといたやつがなくなっちゃって、うん。まあ水道水入れておー。じゃあ稽古ある日は4リットル5リットルぐらいは4、5リットル飲んでるのかな？多分そのぐらいですかね。ぶつかりのさ、はい最後にこう肩をポンと押すじゃん。はいあれどういう意味があるの？割れなんていうんですかね腰割れてるかどうかですねあれ意外ときついんで押されると？はいうん最後のダメ押しみたいな感じじゃないですか関取にはでもしないよね。ああそうですね番付上の人にはしないですめちゃくちゃいい感じな気がする当時一瞬どける？あ、どうか。まあうん。今までよりはいいですね初陣パーティーはどうだった？いや人すごかったっすねねめちゃくちゃ多くてびっくり憧れる？かそうですね三田さんかっこよかったですねっこいいね。はい結構昔聞いたかもしれないけど、甲賀のさ、はい熱いっていう字はいはどっから来たの？親戚のおじさんの名前から来ました身内の名前からで師匠の雅をいただいてこうになります大量だね。あ、もうこのまま？中何も入れないの？ちょっと聞いてきますすぐ聞いてきます知らないんかい。出てますかなんて言われたの？水をちょっと入れて、うん。これぐらいでいいのかな入れて？入れて、うん。こう味付けするらしいんですよ、味付けは？塩コショウ、うん醤油、うんコンソメとかうん言ってたんであとセンスって言われたんで出沼さんにちょっとセンスはこんぐらいナイスセンス。ナイスセンスちょっともうちょっとオーバーセンス醤油？醤油ま
あ、バイバイ。あ、タクシーで取られた。うわ、最悪。メガネ曇って全然見えねえけど、カメラ。いや見えてるでしょ。どこカメラ。メガネも曇って全然わかんねえ。あいつも YouTube で見てるわ。スモーフードで。スモーフードで、はい。全部見てるから。全部見てるよ、全部見てんすか？俺。全部見てるし。すごい。いや、見てました。よくコメントするよ。なめためさんかっこいいって。自分でやっちゃうんですか。ああ、ブロックしとこう。こうやって。油かけてみたい。言葉やってる。もう部屋入って2回目だなって2回目？ 2回目僕目のお金して。おお、それはいつぐらいの時に？入門してすぐですよ。もう4年前とかじゃないですか。直樹が入ったばっかの時だったんで。目の手術。あ、そうです、そうです。涙袋を作りました。もういい。もういいのよ。作っちゃって。涙袋ないし。脂肪吸引とかしちゃって。これなんていうかリフト、なんとかリフト。こう上げる。リフトアップした。リフトアップした。手に煮込んでたら溶けるんですか？お、助っ人。エンドな料理がないですからね。嫌な顔しないで手伝ってくれるっていう優しさ。ピュアな顔。はい。この優しい。見返りを求めてない顔。はい。見返りを求めない顔。求めない顔ね。なんなら洗い物しますよみたいな感じ。はい、完成です。今日あれだね。ローマ関とできなかったんだよね。はいね。やりたかったよね。はいやりたかったですね。そういう時もあるんだね。ちゃんとぐーっと回さずにこう。今日沼さんと。沼さんがもううん。すごかったんで、最近単純に弱いんで。そうなの。はい。肩が。ヤジが飛んできたよ。中がちょっと漏れてきたんですよ。でかいでかい。前から見るよりも後ろから見る方がでかく見える。マジですか？わかみ。でもやっぱこの僕に憧れたタンクトップかな。最近なんだかんだ楽っすよね。タンクトップ一問なの？タンクトップいやいやタンクトップ一問ってなんですか？タンクトップマスターですか？入んないですよ。入ってるよ。あ、奥まで行ってないの。ここまでしか入ってないです。腕が太いからね。コーンバター。コーンバター。お祭りの屋台みたいだね。お祭り全然行かないですよね。うわですね。お祭り好きですか？お祭りす。でも全然行かないからな。行ったら行ったら楽しいんだろうけどね。行くまでが気乗りしないんですよね。
普通の焼きそばでもめっちゃ美味しく感じるじゃん、お祭りとかってたこ焼きとかさ。あ、いい匂いだな、このバター醤油の。今回入門した時って所沢？いや、もう柴又ですね。はい。あ、もうここだった。はい。入門人でいうと誰の下？トーマさんの次が僕です。ああ、そうなんだ。で、候補の後は誰？遠藤君ああ、なんでで。 3人、新次3人、陳也君、小野瀬がジャステうんうん。ィン君、で、ラッキー、三田さん、で、俊太、梅ちゃん、で、高原君か。だと思います。梅原の次だったんだね。トーマさん、はい、次ですね。ちょうどか。いや俺各自だよ。あんま人とトレーニング好きじゃない。わかる？自分のペースでやりたい。わかる。いただきます。そう、今のやつ野菜ジュースみたいな。あ、青汁みたいな。いわゆるはい俗にはいいわゆるはい。なんか変わりました？餃子です。はいはい。飲んで変わりました？なんか肌ツヤいいねって言われるようになりましたね。肌ツヤいい。肌ツヤいいねってよく言われます。なんかもちもちしてねとか。言われますね。なんかおかしいこと言いましたっけ？いや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 。餃子です。いただきます。肉となんかニラかな？餃子ですもんね。はい。これは照り焼きじゃなくてトマト煮です。トマト煮。はい、いただきます。お茶です。はい、照り焼きです。やっぱね、タンパク質ですからね。タンパク質。大丈夫か？うまい。しみるさ。だです。他にかっこいいところ他に鍋鍋食った。もうトウモロシが味付けしてる。あなたの得意な鍋も塩です。もう作れねえよ。僕もたまに作るんですけどね。僕塩鍋上手ですよ。塩鍋作る人家とか聞いてない。
お前本当性格悪いな。聞いてない。いや悪いです。いいやつなんですけど悪いやつです。本当ねそのめんどくさいいいやつと悪いやつっていうのが一番。今日あれじゃないですか、入院前じゃないですか。2人で飯来たりとかしないですか。しない。最後にとかちょっと期待して俺がバカだった。行くちょっと期待して俺バカだったわ。行きます。なんかお前死ぬみたいになってる。いいの逆に俺で今日が俺でいいの。俺の日俺最後のね今日俺の日でいいのじゃあ。あそう。お前最後からじゃあ俺も言ってやろうか豪華ですね。もちろん嬉しいだろうな。弟が入るからだろうな。おい100人ってなかなか集められないな。うちの小学校の全校生徒が300人だよ。そうですか。すごい、それなったらすごい。それでしょ。全校すぐラバッタ目月の時の倍ぐらいですよね。倍はいかないですよ。倍はいかないですけど。倍はいかないです。約倍。いやもうすごいですよね。360人ぐらい。150人ぐらい。どんどん増えてくる。もう俺の場合は負け越してるからね。なんもやない。激励会だったもんね。マジですか。鍋味付け初めてですかじゃあ。初めて。今まで一回も好きない。これ見た時はチャンスある。本当に。誰が知らねえな。もうもやし。鍋ともしでしょ。おいしい。もし。ジム？あれ。バター使ったのバター醤油。屋台みたい。何？お前またちゃ入れようとしたな。言わないとこ。まあ俺をさそういうさ出汁に使うな。使ってない。使った時ないです。なんか発言する時に俺をいじってからさなんか言うのやめて。すぐなんすよなんか俺のこともうまず一回音をしてから話入るんで。方程式みたいな。方程式決まってるから。伊田さんってスキンケアとか何してるんですか？肌綺麗ですよね。ありがとうございます。いや違う。何か使ってるんですかやっぱ。力士ってやっぱ顔傷つくじゃないですか。これリアルな話言っていいですか？僕ほんあれ何だっけ？僕マジごま油乗ってるんですよ。ごま油？これマジです。ごま油か。食ね。どのタイミングで塗るんですか？風呂上がりです。風呂上がりにごま油塗ってるんですか？太白ごま油。それ意味があるんですか？らしいです。へえ。確かに綺麗ですけどね。いや今汚いですけど。太白ごま油を3プッシュぐらいして詰め替えてさーってテッカテカすか。来たらどういう条件なんですか？それもう取れてる。取れてる。
へえ。明日じゃあそれ女性でもやってないんじゃないですか。ごま油香りに出るなんて、女性でもやんないでしょ。やんない。鼻にも入れますし、うがいもそうです。ごま油。完璧です。知り合いの人がね。もう飛行機とか乾燥するじゃないですか。カーってやってうがいするんですよ。ごま油で。 3時間ぐらいもう余裕でトゥルトゥルです。映画見たことあるの？タイのやつ。はい。割り箸あってよかったです。はい。よかったです。まあ差し入れは。来たのに電話して聞いたわ。帰って何の予約できるんだよ。何ですか。すみません。やってるのもどこかな。納豆食べれない。あ、いいのこれ。いいの。された。ありがとう。肩の上と今日やってたよね。はい。リハビリの先生にこの種目やってって言われたんで。あ、リハビリメニュー。はい。でちょっと軽めのやつで。まあそうですね。できる限り。何キロぐらいやってたの12と14ですね。まあ形イメージしてやりました。相撲取りたいね。はい。見てるとやりたいです。みんなが盛り上がってると特に。はい。靴に履き替えると。手術。ローカルチェッカー回ってた。今井さん強かった。止まらなかった。4つくんの時点で俺もう今井さん勝ったなと思って。生まれた瞬間に下から来られてます。左四つ今井さん強い。あれ。長井さん何を送ったらいいですか。いやいいよ、気持ちだけでいいよ。狂いたくあれさんなんか落ちたっすね、喋るテクニックの。今日自分で言ってなかった。俺も実況言ってたよね。今日なんか稽古悪い、今日俺喋りが調子悪いわ。落ちたっすね。俺最近めっちゃ悩みしたね。俺喋り落ちたわと思って。めちゃくちゃ。前までうまかった逆に。なんかやり手だなと思ってたんですけど。なんか。こんな感じだった。はい。こんな感じだった。まあ面白い時もありました。そう最近の悩みなの本当に。ああ、そう気づいてたんですか。なんか俺じゃないみたいな感じになってるの。納豆大好きです。栃木県の人は納豆を味噌汁に入れるんですよ。あ、そうね。俺下好きなんですよ。小竹山さんだけだし。師匠とかもするって言ってたっすよ。自分下好きなんですよ。師匠したっけ？北関東はやる。じゃあやるわ。水痛いマジで。なんでこんな最近水痛いの？
綺麗に食べるのが難しいです。俺わかる。こうもうネギも入れちゃうんですよ。ネギも。あ、いいね。それチーズ入れたら美味しいよ。チーズは。キムチは合うよね。あ、そう。キムチは合うよ。キムチ、納豆、卵ね。合う。知ってます？チーズも入れちゃってね。キムチ、納豆、卵、バルクアップ飯って言うんですよ。でも YouTube に見出す。これ食ったらバルクアップしますみたいな。でも納豆と白身は食い合わせ悪いんですよ。何それ聞こえない。わかんねえな。変なもう北関東だからわかんねえよ。調べたら多分すぐ分かる。いや調べないです。本当に吸収悪くなっちゃうんでいやまあ気持ちわかるよ。学生の時めっちゃ食ってました。近代納豆と卵とキムチ絶対に置いてあるんですよ。絶対に切れないんですけど、それ学生ってあんまあれじゃないですか、外食もいけないじゃないですか。米わーっと持ってそれ食ってました。俺も納豆めっちゃ食ってたらしいですよ、坂上さん。納豆めっちゃ食ってたやつが俺に興味ないから。隣にいます。坂井さん俺に興味ないからもう飽きたって死にすぎたって。それは思んないやん。思んないやん。そんな食う。皆さんに食う。あ、食うですか。残したらさ、残ったら夜回していい。はい。直樹さんそれでいいでしょ。夜食って美味しいし。夜キャッチャーな。やる？飽きたら閉める。そう閉じる。そう閉じる。まあでもこの前、水買ってくれました。ボトル6本入りのやつ。おごってくれたから。はい、連れてくださいって言ったら、財布なんか出さなくていいんでやってました。おお。大人になったなって感じ。財布なんて出さないでいいんだよ。もう喋らなくていいよ。煮物はどうする？あ、もうし何を待つ？だって汁。しょんぼりして。これ1杯目？ 2杯目じゃない。2杯目？
見てないですか、やったとこ。見てない。長さんどうですか。何キロ今？ 152ぐらい。おお、でかいな。あと2、3キロ戻して場所行けたらな。150ぐらいで。いや、155ぐらいで名古屋行って、でも名古屋暑いんでちょっと落ちるんで、場所に152ぐらいで臨めたらな。155だとお腹が出すぎて、手つくのがしんどいです。違うんですね。155と150って全然違う。私生活の問題が。私生活も違う。いや、しんどいですね。5キロ違うだけで。私生活しんどいですね。全然変わるっす。これタレです。これとんかつソース。下から刺すんですよ。気にするタイプ。少しいっぱい目まで。2杯目。まだ穴開けたら分かるっす。ほんますごっ。これ取れたの？懐かしい。これ結構有名ですよね。あ、負けた。いや、あるよね。アイスでもこういうのあるよね。卵アイスですよね。最後ポンって出てくる。これちっちゃいの入る。でけえわ。板が送ってるみたい。吸い込まれてたね。あ、美味しい。これうまいですね。うまい。美味しいよね。よし。どうも中賞。どうも中賞。お、上ちゃん、ようこそ。高橋さん。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。